皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットの前です。今回は、超効くロングサーブということでやっていきたいと思います。ロングサーブでもね、結構いろいろなロングサーブがあると思うんですけど、伸びるロングサーブであったり、横回転がかかっているロングサーブであったり、逆横がかかっているロングサーブであったり、いろいろあると思うんですけど、今回は、特に初級者から中級者ぐらい、中級者でも結構上の方ですね、中級者ぐらいまでしっかりと勝てるようになる、これさえ知っておけばしっかりと勝てるようになるロングサーブっていうのを紹介していきます。で、最後の方に補足で、じゃあ初級者から中級者までしか勝てないロングサーブのやったら上級者には効かないのかなと思われる方いると思うんですけど、上級者にも効かせる方法っていうのがたくさんあるんで、今回はその上級者にもロングサーブで勝てる方法もプラスアルファで教えていきたいと思うので、ぜひこちらの動画最後までご覧ください。よくね、こうやって短いサーブこうやってピュッて出した方が試合で攻撃3球目とかの攻撃できて勝てるんじゃないとか言われる方もいると思うんですけど、確かにこの技術っていうのは間違いじゃないです。短いサーブを出すことで相手に先に打たれないようにするっていう工夫はすごい大事なことなんで、それはそれで覚えてもらったらいいんですけど、初級者から中級者ぐらいのレベルだとトップ選手ではないので、長いサーブを出しても結構それは打たれないサーブだったりするんですよ。入れに行くサーブ、相手がポッと入れに行っちゃうようなサーブになったりするんですよね。トップ選手とかだとね、やっぱりちょっとでも卓球台から出てしまうとドカーンとしっかり打ってくる選手もめちゃくちゃ多いと思うんですよ。だからそれはトップ選手対トップ選手の戦いで、少しでも台から出たら、ちょっとでも甘いロングサーブが来たらもうはいしっかり打てますっていう状況なんですよね。でも正直初級者から中級者だと出てもそんなに打たれない、そんなに強く打たれへんよっていう。なのでトップ選手だったり上級者のレベルに到達するのに超簡単に勝ち上がっていこうと思うと、やっぱりこの長いいいサーブっていうのをいかに初中級者は持っておくかっていうのがめちゃくちゃ重要になってきます。今自分が初中級者だなとか、上級者もうちょっと目指していきたいためにロングサーブいいのやっぱりないなって感じてる方は、ぜひこちらの動画を見てこのロングサーブ少しでも参考にしてみてください。で今回ペンで基本は自分はペン、基本的にはペンなんですけど、シェイクでのやり方っていうところもしっかりと紹介していきたいと思うので、そちらの方もぜひ参考にしてみてください。正直これペンであろうがシェイクであろうが一緒です。前の方に最初の入り口としてシェイクでやってるサーブとかも見られた方いると思うんで、ぜひこういう風にシェイクでのやり方のコツっていうのも紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきます。まず1つ目、トスについてですね。こういうトスどういう風にするのかっていうところを紹介していきます。上げるだけやんって思う方いると思うんですけど、確かに上げるだけなんですけど、このトスする場所でロングサーブがやりやすい場所っていうのはもう決まってるんですよ。だからもしかしたら皆さんロングサーブうまく出せないっていう方は、もうこのトスの時点でうまいことトスできてないかもしれないです。だからここまず一つ注意してください。どういう風にトスするのかっていうと、ルール上ね、まっすぐ上にトスしないとダメなんで、もちろんまっすぐトスしてもらうんですけど、台のこのね、やっぱりギリギリでこういう形でサーブって出したいんで、このギリギリで
打ちたいので、まあここでトスしてたらもう離れてるんですよ、台から、卓球台から離れちゃうので、もうこの時点でもうなんかいいロングサーブは出せないです。もうなんか当ててポンポンみたいなロングサーブしか出せないんで、このエンドラインギリギリここでバチッとこうヒットさせたいので、ここに近いところでサーブを出すっていうのがポイントになります。ここね、ここら辺だからこうトス上げた時にはこの辺で落ちてくるからなので注意してください。いいサーブ出せる人はこのエンドラインギリギリにトスを出してます。体のこの体重の乗ってる方向なんですけど、体重が乗ってる方向っていうのはまあ例えばラケット持ってる方の足からこういう形で、動いていってます。ラケット持ってる方の足から持っていってない方の足にこう動いてもらう、もしくはラケット持ってない方の足に乗った状態で出してもらうっていうのがこう速いロングサーブだったりこういいロングサーブを出せるコツになっているので、そこ注意してください。一番いい理想ではラケット持ってる方の足から実際トスしてこう当たるときにグッとこう移り変わるような形で出してもらうとすごいいいロングサーブ出せるんですけど、それがまずできないっていう方はこっちでもいいです。このラケット持ってない方の足に初めから体重をこう乗せていくような形でこうやって出す。これでもいいサーブ出せます。ラケットを持ってる方の足に乗せたまんま出しちゃうとどうなるかって言ったら、こういう感じで結構変な形になっちゃう。持ったまんま出すといいことっていうのはボールがこう飛ばないんですよ。飛ばないから結構短いサーブっていうのはこういう風に出しやすいです。でも長いサーブはすごい出しにくいんで、こう乗り換えうまく当たる瞬間に乗り換えるっていうのが一番いいし、それが無理なんやったら初めからラケット持ってない方の足に乗せておくっていうのが重要になってきます。ここどうするかまず決めて意識してロングサーブ出すようにしてください。あとちっちゃい補足なんですけど、やっぱこうなってる、このまんまこうラケット持ってる方の足に乗ったまんま出しちゃうと、こう自然にこうやって振った時に天井に向かってこうやってシェイクでも天井にこう振っちゃうような形になっちゃう、どうしてもね。でもラケット持ってない方の足にこうやって乗せておけば、必然的にこうラケットこう上から下にこうやって勝手にこうまっすぐ振ってるつもりでもこう結構上から下にこう自然と振ったり、点でもシェイクでもこう上から下に振るような形ができるんで、体重が乗ってることでこうスイングの方向っていうのが自然にこう決まってくるような形になるんで、速いいいロングサーブ出そうと思うと、やっぱりこっちがこのラケット持ってない方の足に最後乗るなり最初から乗せておくっていうのが重要になります。では次なんですけど、ラケットに当たる瞬間ですね。当たる瞬間にラケットの面とかってどうなっているのって結構聞かれること多いんで、どうなっているのかちょっと説明していきます。これは正直いろいろなんですよね。どのサーブ出したいかに結構よります。下系を強めに出したかったらこうボールの底を取った方がいいし、横とか速いのとか出したかったらボールの後ろを取れば取るほど速くなるし、横っちょ取ったらボールがよく曲がるしみたいな。これは結局複合やと思うんで、自分は正直どれがいいっていうのはないです。とにかく速いの出してくればボールの真後ろね取るような形で出せばピュンって速いのいくし、ボールの横っちょ取れば大きく曲がるし、下取れば回転がかかってちょっとボールが遅くなります。じゃあ試しにやってみます。ボールのこの横っちょね、横っちょ取るとどうなるか、ボールがこうやってしっかりとこう大きく曲がるような感じになる。でボールのこうできればこう後ろね、できる限り後ろを取れば、これ自分斜め後ろ取ってるのにちょっとボール曲がるんですけど速くなる。でじゃあボールの下底取ればこうやってボールがこうグッとこう曲がるような形で曲がるというか、下と横がしっかりかかってるのにこうボールが遅めにグッとこう曲がっていく、回転が強いようなボールなんですね。なのでね、この角度っていうのはもう自分で出したい角度をしっかり出す、今自分が何の回転を練習しているのかっていうのを意識して出すっていうのが重要です。では最後ボールが当たるこのインパクトの時ですね。インパクトの時にどういうのを注意するのかっていうのを説明していきます。初めこれは結構もうどういう速さ出すかにもよるんですけど、こう小さく速くパンとこう当たるような形でやると結構いいサーブ出せます。ちっちゃく速くポン
こういう形ですね。まあこれ慣れてきてこう自分でこうね大きさっていうのは調整して一番自分がこうグッと一瞬でパンって力が入るところを探してもらったらいいんですけど、この当たる瞬間が一番パンって弾けてるのが一番いいんですよね。だから大きく振ってこの最後当たるところでバチンっていう感じで当たってもいいし、ちっちゃくてここまでゆっくり当たる瞬間がパンって入ってもどっちでも OK です。どっちでも OK やけど、この当たる瞬間にしっかりとバチンとこう力が伝わってるっていうのはもう絶対必要になる。これが、大きく振れば振るほどどういうデメリットがあるかっていうところだけちょっと軽く説明するんですけど、大きく振れば振るほどもう最初から速くなっちゃって、この勢いのまんまビューンって振っちゃって、もうこう全然とてつもないところにオーバーしてしまうとかがあるんで、初めはわりかしこうちっちゃく速くみたいなところから練習するといいと思います。ここから派生でもうちょっと速くしたいから、ちょっとこうさっきより大きくしてみよう、大きくもうちょっとやっていって、最後自分で一番こう力が伝わるところ探って出すっていうのが、速いサーブ出すコツだと思います。ここまでが、初中級者でこう勝てるようになるためにこうロングサーブを効かせるコツになってます。でその後、ここからは上級者に勝つためにどういうところを工夫していかないとダメなのかっていうところを紹介していくんですけど、まずコースについてですね。コースについてやっていきたいと思います。コースについてなんですけど、自分は大きく分けてこういう普通のこう順回転系のサーブだと大きく分けて、フォアには3種類、バックには1種類コース分けしてます。それはどういうことかっていうと、バックっていうのはこのしっかりとストレートのここね、ストレートのこのギリギリのところ、ここに1つと、このサイドを切っていくような形、こうボールが大きく曲がるような形でこのサイドを割っていくようにロングサーブを出すっていうのが1つと、自分で言ったらフォア側、相手のフォア側ですね。相手のだからこのクロスゾーンにこう角っちょの方、今自分サイド切っちゃったんですけど、このこっちですね、こっちにしっかりと奥深くにロングと、やっぱりミドル、この辺ですね、もうミドルでやっぱここの2本、このしっかりとこのエンドラインとサイドラインこうやって割っていくボール出すと、すごい相手が動かないといけないんですね。右であろうが左であろうがこう動かされる範囲っていうのはすごい増えるんで、このミドル、そのミドルっていうのはめちゃくちゃ効く形になるんで、このクロス側では3種類使って、バック側にはストレートしっかりとこの奥深く一番遠く感じるところ、このもう一番この角ですね、隅にできる限り出せるように意識してコース取りしてます。こうすることで中級者以上になった時にこう結構両ハンドでしっかり振れるよとか、ドライブとかもちょっと威力あるようになってきたよ、だから今日結構負けませんよみたいな相手になったとしても、このさっきのこのコース4種類混ぜていくことでどこかしらに弱点が相手にあると思うので、その弱点を中心に攻めていくっていう形であればロングサーブしっかりできます。次は、回転についてですね。回転についてなんですけど、もちろんさっき言ったコースに触れるっていうのはもう大前提なんですけど、回転について、逆回転でそれができてもいいし、逆回転だけじゃなくて順回転系のサーブの時も、下が出せますとか横が出せますとか、速いの出せますとか、伸びるの出せますとか、こういうのができればできるほどやっぱりこう相手も戸惑ってくると思うんで、この回転の種類もこのコースを狙いつつ回転の種類をプラスアルファ逆回転とかで出せるとめちゃくちゃ効くと思います。特にシェイクの方はこの逆回転系のを出して順回転系出すっていうのは結構こうフォーム的にバレにくい。ペンだとね、なんかもう逆回転系のサーブ出そうとしてもそんなにかからないし、かかってないでしょって知ってる方は結構いるんであまり効かないんですけど、シェイクだとこういう巻き込み系のサーブとそのまま複合してピュッてこうストレートにこういう風に
出せるんでやってみてください。こういう感じでこういう風に出して、こういう感じ、ちょっとクオリティが低いですけど、こう巻き込み瞬回転、結構分かりにくいんですよね。こういう風に出したり、こういう風に出したりすると結構分かりにくいんで、こういうのもやってみてください。それでは上級者に聞く最後のポイントなんですけど、最後のポイントは、モーションです。モーションって何？もうこういう体の動かし方ですね。こういう動かし方で相手を騙す。一番よく知られているのは逆モーションとかですね。こうクロスに出すふりしてストレート。こういうクロスに出すこういう構えとか、こういう体の動きでこういうふうに逆、ラケットだけストレートに変えて、当たる瞬間の最後だけこう変えてこうストレートにしちゃうとか、こういうのが逆モーションの一種、逆モーションってやつですね。であとはあんまり知られてないのが、こういうさっきもシェイクで話したんですけど、巻き込みと混ぜた方がいいよって言ったのは、巻き込みのこういう構えからこう出す、巻き込みの構えからこうやって出す、巻き込みの構えから順回転出す、こうやると、めちゃくちゃ幅が広がります。初めからこうやって巻き込み出す、こうやって順回転系出すで崩して、最後点数欲しい時だけパッとこう巻き込みの構えからストレートにグッと順回転系で持っていったり、フォアに持っていったりとかできるんで、こういう風にすると、めちゃくちゃ幅広がって、上級者でも結構こんがらがると思うので、ぜひやってみてください。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。